工場では従業員を採用するときにどのような基準で採用されてますでしょうか。はい、こんにちは、小島淳です。今日はですね、工場の従業員を採用するときの3つのポイントと、こんな話をですね、していきたいなと思います。僕はですね、2006年からですね、約8年、塗装工場のですね、マネジメント、工場長でね、実施したんですけども、この時にですね、実はその従業員をですね、多く面接をさせていただきました。この時にですね、実はその採用条件というのをですね、決めたんですけど、それがね、大きく3つあります。この3つの話をですね、これからですね、お話をしていこうかなと思いますので、ぜひね、最後まで聞いていただければですね、あなたの工場のですね、これからのですね、採用不採用についてですね、参考になるんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。僕はね、最初からね、実はこのね、採用条件を決めたわけではないんですよ。実はね、最初の方、本当ね、本当の従業員をですね、面接して採用するときのですね、ポイントっていうのは最初はね、ほとんどありませんでした。というのは、実際ね、工場で働く人っていうのは、要するにやる気があれば誰でもいいんじゃないのというふうに僕は思ったからなんですよ。というのは、別にね、出た学校でどうだ、ああだ、ないでしょ。ね、何か手に職がなければですね、うちで働けないかっていうと、そうでもないんですよ。だから、やる気があれば、誰でもいいんじゃないっていうのが、僕の基本的な考え方だったんですよ。だから、最初はですね、面接に来てですね、ぜひね、こちらで働きたいんですけどっていう方についてはですね、ほとんど全員、採用しました。ただ、これがですね、間違いだってことがですね、途中でわかるんですよ。なんで間違いかっていうとですね、まず一つはですね、採用した後にですね、1週間ぐらいで辞めちゃうんですよ。そういう人は。だから、長期間持たないんですよ。で、そういう人は、要するに、まずね、採用からね、やっぱ不採用にしなきゃまずいよね、っていうふうに僕なんか考えるわけですね。それとともに、実際ね、現場の、その、上職、リーダーとかね、その主任とかで言われてるですね、現場をこう管理してる人たちからも、彼女はですね、ちょっと仕事できないよ、ね、困りますよ、こういう人採用しないでくださいよと。こういうふうなクレームがあるわけですよ。現場からね。そういうのもありました。で、本当ね、最悪だったのは、もう入社してからですね、半日で来なくなっちゃった。これが困りましたよ。というのは、結局ね、その、あなた採用しますよと言って来てもらって、朝一番でですね、いろんなですね、手続きをするわけですよ。で、午前中、こうね、いろんなね、入社の手続きをして、で、会社のですね、制服とかも全部、対応して、じゃあ午後からですね、そのね、現場で働きましょうねって言って、昼ね、要するに、そこからいなくなっちゃった。っていうのは、我々はね、実際だからその、大体こう、現場のね、工場のですね、近くからこう、通ってこられる人がすごく多かったんで、大体の方がほとんど家に一回帰るんですよ。で、家に帰って、家で食事をして、工場に戻ってくるって方が大多数なんで、その方もね、一回こう、家に戻られたわけです。で、家に戻ったらですね、もう戻ってこないんですよ。工場の方に。そういう内容なんですよ。だから現場の方としては、今日ね、人が来るからな、頼むなって言って僕は言ってんのに、あれ誰も来ないですけど、っていう風にこう来るわけですよ、こちらも。なんでで、家に電話してもですね、出ない。で、しばらくしたら、結局その、貸与したね、制服が、要するに返されてくる。そういうようなね、ことがね、やっぱありました。これじゃね、せっかく採用してですね、いろんな手続き取るのもですね、やっぱりちょっとこちらとしても困るわけですよ。いろんな意味でね。だから、やっぱりその面接の時にそういうね、人たちは、振り落とさないとまずいよね、という風な形でですね、僕なんかもですね、いろんな基準をですね、決めていったわけですよ。その中で最終的にですね、残ったものが大きくですね、3つあります。はい。これからね、その話をしていきたいと思うんですけれども、まず1つ目。1つ目のですね、ポイントはですね、マニュアルが読めること。なんとなくこう、おかしいと思う方もですね、大勢いらっしゃると思うんですけども、意外とですね、実はね、マニュアルが読めない方っていうのがですね、一定数いるんですよ。と思いますよね。これ実はね、僕がね、運営した工場というのはですね、非常にこうマニュアルをですね、積極的に取り入れてました。要するにだからマニュアルを見て仕事をするというのがね、ごく普通になってた工場だったんですよ。そうするとそのマニュアルが読めないっていう方はですね、非常に問題なんですよ。だってそうしたら、その人にこうね、マニュアルを渡してこの仕事やってねって言っても、仕事ができないんですよ。こういう人がやっぱある程度一定数いるということがですね、途中で分かったわけですよ。だから僕はこういうことをですね、まず最初に言うわけですね。結構ね、現場であった仕事ってこういうのがあります。例えば検査工程。検査ってね、ちょっと特殊な仕事なんで、特殊な人しかこうね、作業ができないんですけども、要するに、物を見てね、要するに合格か不合格かをこう判断するわけですよ。で、外観検査ってそういうものなんですけども、それを、その人にね、やらせるとですね、良品をね、不良品にしちゃうんですよ。で、不良品を良品にしちゃうんですよ。で、だから現場からですね、この人がやった仕事はもう一回見直さなきゃいけないからね、クビにしてくれよと。
こう現場からそういうふうに僕言われて、いきなりクビにすることはできないから、簡単にはね。なんとか使えねえのかと。そういうことをやってたこともあったわけですよ。ただやっぱりそういう人って、やっぱり確かにコストをかける価値がないんですね。要するに、その人がだって仕事したら、誰かがまた見直さなきゃいけない。困るわけですよ。ね、そういうのじゃ全然ね、仕事にならないんで、最終的にはですね、要するに1年ぐらいかけてですね、退社してもらうとかですね、要するに解雇させてもらうということをしてたんですけども、そういったことが、要するに、重要になってくるわけですよ。で、本人に言わせるとね、この辺って、ちょっとね、僕の中では正直理解できないんですけども、企画でですね、これは良品ですよ、これは不良ですよっていうふうに決めてあるのに、それの、確かにマニュアルには良品って書いてあるんだけど、私は、不良だと思います。ね。そういう判断で不良に入れちゃうんですよ。もう意味がわかんないですよ。言ってる意味が全然わかんないです、僕。で、逆に、不良品だよって言ってるものをですね、私はこれ良品だと思いますからって言って、良品に入れちゃうんですよ。だから勝手に決めちゃうんですよ。なんでそんなことするのって言っても本人は悪いと思ってないですよ。全然悪いと思う。こういうね、人っていうのが、やっぱり一定数いるんだなと。いうことがですね、僕の中でやっぱり理解しちゃったんですよ。だからこういう人は残念ながらですね、面接の時に、要するに、不採用にしないとまずいよね、ということで、僕もですね、面接の時にそういうものをですね、テストして、要するに採用しないようにする。こういうことをですね、実際やっておりました。これね、結構ね、重要なポイントなんですよ。っていうのは、例えばそうですね、他にもですね、工場の中の例だとね、ちょっとわかりにくいんですけども、例えばネット通販で今ね、組み立て家具って売ってるじゃないですか。で、組み立て家具がですね、例えばあれも同じですよね。マニュアルが入ってて、それをね、マニュアル通りに組み立てればいいだけじゃないですか。で、僕なんかはああいう商品があったらですね、大体10分ぐらいあればですね、ほとんどの商品って組み立てができるんですよ。僕もね、結構椅子とか机とか買うわけですよ。で、そんな難しくないよね、と思ってるんですけども、組み立てができない人がね、やっぱいるんですよ。そうなのと。僕なんかすごくね、思うんですけども、僕のね、仲間に通販をね、やってる人間がいますけども、そういう人に言わせると、お客さんからそれでね、組み立てができないと、これ不良品だって言って返されることがあるそうなんですよ。で、実際それが本当に不良品なのかどうかを検証してね、自分で組み立ててみるんですけども、別に普通に組み立てできるな、というね、こともやっぱあるそうなんですよ。で、やっぱり一部ですけども、組み立て家具なのに、組み立てた状態で欲しいからってお金を払ってですよ、組み立てたもので送るっていうお客さんもいるそうなんですよ。いやいや、それでね、運賃もったいないじゃんと。僕なんか思うんですけども、いや、逆に組み立てができないからしょうがないんだって言って、やっぱ組み立ててもらったものでないと買えないと。こういう人がたまにいる。そういうのが、やっぱそういう方っていうのがね、いるんだと。僕なんかはね、そういうふうに理解したんです。だからやっぱね、そういう面接の時に、実際ね、そういうようなマニュアルが読めない人、ね、その理解ができない方っていうのは残念ながらですね、採用はしないと。こういうようなですね、ポイントをですね、僕の中で作らせていただいて、これ結構ね、重要ですよ。本当に重要ですよ。ね、僕自分自身がね、別にマニュアル読めないってことなかったんで、そうなのっていう、ありましたけども、本当に重要です。これはね、採用条件として絶対ね、どの工場でもですね、なきゃいけないポイントじゃないかなというふうに思います。これはね、まず一つ目です。で、二つ目はですね、何かっていうと、報告連絡相談ができるかどうか。これね、会社の中ってね、報告連絡相談、要するに一般的にほうれん草って言い方しますけど、これがね、できるのは当たり前だよと。よくね、口では言ってるわけですよ。でも、これがですね、できない従業員っていう方も、やっぱいらっしゃるわけですね。これはですね、二つのですね、実はね、側面があるんですけれども、一つは自分でですね、好き勝手に、判断してしまう。そのマニュアルにね、書いてあるものっていうのも、実はね、完璧ではないんですよ、マニュアルって。っていうのは、マニュアルに書かれてないことがですね、要するにイレギュラーとして起こるんですよ。だからそのイレギュラーが起こった時に、じゃあどういう対処をするかって言った時には、必ずですね、僕はやっぱり上職に相談してよと。で、そこにリーダーとか主任とかですね、部長とか課長とかいるわけですよ。で、そういうような上職がいるんだから、そこに相談をしてよと。僕はこういう風な話をずっとしてるわけですよ。自分で判断しちゃダメよと。やっぱりそれはね、場合によってはですね、大きな事故につながるんでね、そういうことはね、必ずやっぱ報告してよと。これをね、結構僕はですね、口を酸っぱく言ったんですけども、でも残念ながらですね、これができない人っているんですよ。で、これを2つのケースがあるんですけども、1つは実行判断、自分の判断でですね、これはね、大丈夫と言ってね、例えば手直しをして出しちゃうとか、そのまあいいかっつって流してしまうっていうのもね、問題ですし、どちらかというとね、何か問題が起こるとですね、止まっちゃう。作業が。ね、作業が止まって、判断ができないからぼーっとしちゃう。こういう人もいるんですよ。タイプ的にね、ちょっと違いますけども、このね、両方のタイプっていうのはちょっと問題なんですよ。やっちゃいけないことをやってしまう方もいますし、ね、止まってですね、判断ができないんで、どうしたらいいかと。こういうふうにね、止まってしまう。これね、非常に問題なんですよ。こういう人もですね、現場ではなかなかですね、仕事がやっぱできない。
こういうようなタイプの方なんで、僕はですね、採用時にですね、こういう方についてはですね、採用しないというようなですね、仕組みを作りました。はい。これね、結構重要なね、ポイントじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、これはね、二つ目です。三つ目がですね、まずね、落ち着いて仕事ができるかということなんですよ。ね、人って結構ね、落ち着いてこう仕事ができる人とですね、かなり落ち着かない人っていうのがいらっしゃいますよね。周りにもね、多分いると思うんですけども、工場の場合はですね、やっぱ落ち着いてですね、淡々とこう仕事をしてもらうってことをですね、良しとします。というのは、やっぱりね、製品、その落ち着いた仕事をしなければですね、製品が安定した製品が作れないわけですよ。これって結構ね、重要なポイントなわけですよ。でも、やっぱね、落ち着かないんですよ。仕事をしててもね、なんかね、こう、うろうろしちゃうとかね、一箇所でこう、立ってられないとか、落ち着かない、なんか違う仕事をしない、ね、他のものをいじったりとかね、そういうことをしてしまうっていうね、癖のある方ってもいらっしゃいます。こういう人も、実際ダメなわけですね。この辺っていうのが結構大事な、ポイント。これはね、3つ目なんですけど、これもね、非常にこう大事なポイントなんですよ。落ち着いて仕事ができる。今ね、言った3つっていうのはごく当たり前のことなんですけども、この当たり前のことはですね、実はできない人っていうのがやっぱり一定数いるんですよ。そういう人を、どちらかというとね、採用時に、採用しないと。そういうようなですね、僕なんか方針をいたしました。これ結構ね、すごく重要なんでですね、聞いていただきたい内容なんですね。で、多分ね、ここまで聞いてですね、大事なものが抜けているなと、もしかしたら思われるかもしれません。それは何かっていう履歴書ですね。通常ね、こう、面接の時に必ず履歴書というのをですね、お持ちいただきます。僕は、ね、正直言うと形だけです。履歴書は別になくてもいいと思ってる方なんですけども、ただね、そこに現住所とかですね、名前とか書いてありますから、そこだけはね、僕は必要かなと思ってますけども、実際そんなにですね、実はその履歴書って重要視はしてません。どちらかというと、履歴書っていうのはですね、プラスの要素はですね、ほとんどないです。というのは、そこに書いてあるスキルとですね、工場の仕事が、イコールになることはですね、99% ないですね。ないんで、あまりだから重要視してもしょうがないなと思ってます。ただし、マイナス評価にはつながる可能性があります。マイナス評価ですね。というのは何かっていうと、まずですね、履歴書を見るとポイントっていうのはね、2つあるんですけど、1つはですね、嘘が書いてないかってことですね。はい。嘘を書いてる、方がいたらですね、そこは基本的には採用しないです。もうその時点で採用しないです。ただね、これ嘘かどうかわかんねえじゃねえかと、言われるんですけども、なんとなくね、嘘ってわかるんですよ。僕もね、経験則でこうね、何十人も何百人もやってると、なんとなくこれね、違和感を感じるんですね。履歴書を見たときに。その違和感って何なんだろうかなと思ってですね、実は調べるんですよ。で、そうすると、例えば前の会社にですね、勤めた会社にですね、連絡をしたりとかしてるわけですね。これね、そういうことってしないと思ってる人が結構多いんですけども、しますから、前の会社に電話して、この人ってどうなのということをですね、結構します。した時にですね、そのね、人事担当かわからないんですけど、出た方がですね、どういう評価をするかにもちろんよりますけども、そこでこの人のですね、本人が言ってた内容とですね、ちょっともう差異が発生してた場合はですね、もう本当に採用しないです。ただね、もう違和感が出た瞬間にね、僕は、この人無理だなと思うところはやっぱあるんですけども、大体それでね、99% 当たってますんで、そういう方はですね、本当に採用してません。ここはね、結構でかいです。あとですね、一般的に僕はですね、学歴とかは、はっきりともうほとんど見てません。というのは、学歴は関係ないというふうに思っております。っていうかね、どこどこ大学、どこどこ高校出たからですね、その人が優秀かっていうと、そんなことは全然ないんで、そういうことはね、ないんですけども、ただですね、僕がね、いたところのですね、工場の近くですと、あるこう学校はですね、ちょっとね、この人は仕事はできない、100% できないというようなですね、ちょっとフィルタリングをしてしまいましたので、これはね、過去の勤めた人のですね、過去の先輩たちがですね、いろんなね、問題を起こしてたっていうのもあったんで、どこどこ学校ですね、出てる人は、もう来た段階でですね、不採用にすると。こういうような方針を立てておりました。そういうようなですね、ことで、マイナス評価はしてましたけども、プラス評価はほとんどこの履歴書の中ではありません。ここはですね、結構ね、重要なポイントなのかなと思います。あとね、実際面接をするときのですね、心構え、面接のポイントではないんですけども、心構えとしてですね、工場なんで、僕はですね、どちらかというと、着てくるね、服装とかは、そんなに重要視はしない方ではあるんですけども、運命の差って言い方悪いですかね。大体こう採用した方のですね、ほとんどは、スーツ、工場なんで別にスーツで来る必要は全然ないんですよ。
ないんですけども、わざわざスーツで来られたって方についてはですね、ほとんど採用してます。やっぱり心構えがだいぶ違うなと思ってるところもありますし、まあその人たちを面接すると基本的にね、LG なところはほとんどないんですよ。だから、まあそういう人はですね、本当にね、まあ普通に採用しますけども、逆にね、面接なのに、一番僕がね、大笑いしたのがですね、パンクファッションで来た人間もいました。なんかバンドやってんじゃないんだよ。そんな人がわざわざここに来るのかよと、まあ言いたくなるような方っていうのも来られたことがあります。これはさすがにですね、面接に来る服装じゃねえじゃん。まあ僕なんかね、正直思いましたよ。もう腰から鎖じゃらじゃら。頭がこうね、固めてね、それこそ x ジャパンみたいなね、ああいう服装をしてたわけですよ。おい、違うだろうと。さすがにちょっとあなた考えろよと、そういうようなね、僕なんか感覚でしたんで、そういう人はね、もう即不採用ですよ。まあ面接はしてますよ。別にその場で言ってるわけじゃないんでね、実際こういうことね、しておりました。ここってね、まあ面白い人がいるな、というだけの話なんですね。ここはですね、まあ基本的に僕はですね、まあ採用不採用を考えた時のですね、大きなポイントです。はい。まあ実際ね、この3つのね、ポイントをやりました。で、この3つのポイントね、じゃあどうやって実際やったかっていうと、正直言うとたった10分です。10分の中で全て判断をしてます。というのは、ほとんどがですね、実際こう面接と、その中でですね、ちょっと簡単な小テストをしてました。いや、小テストはですね、3分間だけです。3分間で終わるような、まあ要するに小テストをやってました。まあ実はですね、まあ僕の重要視したのはこの3分間の小テストなんですよ。その小テストの中でですね、実は最初にね、お話した3つの、課題というのが全て詰まってます。で、その詰まってる中をですね、その中で分析をしてました。で、最終的にはですね、その分析結果を基づいてですね、点数付けをして、その点数と現場でのですね、実際の働きというのを比較して、実際ですね、そのね、その自分のつけた点数と現場での働きがですね、イコールかどうか、こういう風な見方をしてました。まあ、こういうようなね、やり方をやっておりましたので、最後の方はね、ほんと後半以降はですね、いい従業員をですね、雇えたかなという風に僕なんか思ってます。だからですね、あなた自身もですね、もし興味あったらですね、そういうことをやっていただければですね、従業員がですね、失敗することはないのかなというふうに思ってます。もしね、これ参考なんですけども、今回ですね、僕がですね、このお話した最後にですね、言ったテスト。まあ、花丸テストというテストだったんですけども、これはね、僕のですね、従業員がですね、考えてもらった方法なんですけども、まあ、これをね、僕は消化して採用にね、使ってたんですけども、まあ、このね、内容をですね、もしね、お知りになりたいということがありましたらね、概要欄に、リンクを貼っておきますので、まあ、そちらからですね、ダウンロードしていただければですね、まあ参考にね、使えるのかなと思いますんで、ぜひね、お使いいただきたいと思います。この動画がですね、気に入っていただければですね、高評価およびですね、チャンネル登録していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。またね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。